私は今ルーマニアの中西部の町であるシギショアラというところに来ています。ここはユネスコの世界文化遺産に登録されているいわゆる城塞都市ですね。今日はこちらシギショアラの旧市街を散策してみたいと思います。では行ってみましょう。今回の東ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、南ヨーロッパの旅でいくつか旧市街を回ってきましたが、これほど旧市街と言われる街でカラフルなところは初めてですね。非常に街並みの建物それぞれが明るい色で塗られておりまして、非常に見てて楽しいですね。12月も半ばになりまして、あちこちでクリスマスのイルミネーション飾り付けが見られるようになってきましたが、ここシギショアラでも同じようにクリスマスのイルミネーションがあちこちで見られます。綺麗ですね。旧市街の中心部にあります広場、公園もあるんですけども、そちらの方にやってきました。建物そのものは相当古いのはもう一見してわかるんですけれども、先ほど申し上げました通り非常にカラフルですね。旧市街の一番下の方にある広場兼公園に来ました。ここから旧市街の中の方に上がっていくような感じになります。画面中央奥に見えてきましたのがこのシギショアラ旧市街のシンボルにもなってます時計塔ですね。お土産屋さんでしょうかね。バッジなんかの他に T シャツなんかも売られてます。あと雑貨屋さんですね。おそらくここが旧市街の入り口にあたるところだと思います。ここは博物館のようですね。では門をくぐって入ってみたいと思います。すごい迫力ですね。時計塔のすぐ下まで来ました。こんな感じです。ヨーロッパでは有名なこのシギショアラですが、実は他の旧市街のある有名な都市と比べて違うのが、あまり観光地化されてないところだそうです。古いものが古いまま残った街並みといったところでしょうか。こちらお土産屋さんですね。入り口脇のちょっとした門をくぐりますとシギショアラの、旧市街全体が見渡せます。まさしく12世紀中世の街そのものという感じがしますね。
では一旦時計塔の下をくぐって、元のコースに戻りたいと思います。この時計塔は前正時になりますと鐘とともに人形が動くような仕掛けが塔にあるそうです。もしかしたら正面に見えている時計のすぐ左側にあるものがそうかもしれません。では先に進みたいと思います。こちら少し広場になってますね。相変わらず周囲の建物は本当にそれぞれカラフルな色ですね。今はヨーロッパ観光シーズンとしてはオフシーズンなので、人もそんなにいないですが、おそらく夏の観光シーズンは結構な人なんじゃないかなと思います。それだけ魅力的な街ですね。これは実感です。ここで道が2つに分かれてますので、先に左の方に行ってみたいと思います。道路は石畳は石畳なんですが、結構大きめの石がゴロゴロあるような感じですので、はっきり言うとちょっと歩きにくいです。昔はこんなんだったのかもしれませんね。木製の囲いのされた階段に出てきましたので、ちょっと入ってみたいと思います。結構ありますね。直線でどうでしょう、100メートル以上ありますね。ずっと階段が続いています。半分近くまで来ました。こんな感じです。もうちょっと頑張って登りたいと思います。もうちょっとですね。階段を登りきりました。ここからも非常に旧市街が見渡せて、ちょっと木がありますけども綺麗ですね。これは何でしょうか。ルーマニア語なので全く分かりません。あそこに塔がありますね。ちょっと行ってみましょうか。塔というよりかは、これは大きな建物ですね。結構奥行きがあります。教会かな。
天気予報では今日の午後から晴れ間が見えるということでしたが、予報通りちょっと晴れ間が見えてきましたね。よかったです。おそらくこれ教会でしょうね。建物の作りからするとそんな感じがします。中に入れそうですので入ってみたいと思います。中有料みたいでしたので出たいと思います。こんにちは。余談ですが、入り口にいたおじさんに日本語で「こんにちは」と言われまして、こんにちはと答えたら、その後ニコニコしながら日本語で今何時と聞いてきました。で、私は腕時計を見て2時だというふうに答えると、そのおじさんはまたニコニコしながら私親父と言って笑ってました。まさしく親父ギャグですね。ああやって日本人だと認識して日本語で話しかけてくれたり挨拶してくれたり、さっきみたいにジョークを言ってくれたりするとなんかほっとしますね。正直言いまして今回の旅でもそうですし、海外にあちこち行って街を歩いてますと、大体普通はニーハオと声をかけられて中国人と間違えられます。時々は I'm Japanese というふうに言い返すんですけども、言い返さない時もあります。いずれにしても日本人だと分かってくれるのはちょっと嬉しいですね。では教会のある丘を降りたいと思います。木製の階段を降りる前にちょっと下ったところに何か遺構がありますので、ちょっと見に行ってみたいと思います。これもおそらく12世紀頃からあるこの城塞都市の城壁の残りでしょうね。そんな感じがします。この先は墓地になっているようですね。では先ほどの木製の囲いのある階段まで戻って降りたいと思います。階段の入り口まで降りてきました。これを来た方向からすると右側に進んでみたいと思います。しかし何度も言いますけど、本当に建物がカラフルですね。向こう側に塔があります。このシギショワラの旧市街は冒頭でご紹介した時計塔の他にもブリキ屋の塔とか鍛冶屋の塔という、その地域での職人さんたちの教会ですね、ギルドと言いますけども、そのギルドのセンターとしての役目があったのがこういった塔です。この塔はどうもこの旧市街城壁の中に入る入り口にあたる門ですね。その門の監視塔のようですね。門の外側に出てみました。まさしく城塞都市らしい城壁がありまして、監視塔が2箇所門の上部両側についてます。ではまた城内に戻りたいと思います。
今度は木製の階段から向かって左側の方の小道に進んでみたいと思います。